こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。年も明けて、これを今皆さんがご覧になっている頃は、お正月も終わっていよいよ1月からの冬の季節をお楽しみと思います。冬本番の中、今回は皆様に雑木盆栽の中でもちょっと特殊な立場である梅の盆栽をお伝えします。昨年のこの季節にも一度梅の盆栽を皆様にお届けしました。梅、盆栽の中では小白盆栽にも並ぶと言われる味のある種類です。今日はその梅の盆栽の素晴らしさを飾りと一緒にお届けしたいと思います。お楽しみください。ここに並んでいる梅の盆栽たちは、梅としての味わい、盆栽として梅とは何なのか、それをよく表している木を選んでみました。園芸的な楽しい梅からいろいろなものがありますが、畑で作ったもの、培養で苗木から仕上げたもの、そこから始まる中には、このように数百年の命までつないだものも数多くあります。立ち枝で見る一輪二輪に咲き始める梅。日本の精神の一部が宿るという梅。お楽しみください。先ほどご覧いただいた梅の中から選んだ一本です。梅はちょうど国風展の頃、多くの愛好家を楽しませてくれる種類ですが、日本で言えばこれから来る立春、2月の初めの厳冬の寒い中で咲きます。日本人の心の花といえば梅と桜と言われます。どちらも素晴らしいものですが、梅は侍の楽しむ心、桜は雅な世界が楽しむともなぞらえられます。厳冬期に葉もなくまだ霜が降る中、その中でもつぼみが膨らみ始める梅。日本人がそこに求めたものというのは、武士道の精神が深く影響していると言います。もちろんもっと古い時代、天平の時代から梅の素晴らしさは伝えられています。1500年前、梅は大陸中国から渡ったと言われます。日本のものではないのとお思いでしょうが、梅はその頃に薬用として運ばれて、それが全国に人の力、そして種などが鳥が運ぶことで全国に散ったと言われます。野梅と言われる種類のものは、そうやって自然が運んだものとされています。この木も野梅の一つですが、ご覧ください。この幹の細かい古さ。100年を経つ梅でしか現れません。万葉集にも4500首の中に118の梅を歌った歌があります。それほどに日本人の心の中に浮かぶ梅。なぜそんなに梅を喜んだのか。おそらく厳しい自然界の中で生きた日本人の生活の中で、春の訪れを告げる梅の花はどれほどに喜ばしいものだったか。一重咲きの白花を中心に、紅梅、非梅、それが八重咲きの種類。江戸期に入ると園芸種として咲き分けやいろいろなものが出ました。でも日本では梅は一重の白絵を良しとするというのがあります。赤い花や八重咲きも綺麗なのに、なぜ一重の白がいいのか。これもおそらく潔く凛と咲く姿、
その姿に良さを感じた日本人の文化性かもしれません。日本画家が描く絵の中で桜と梅がどちらが多いかというと、圧倒的に梅が多いんです。なぜでしょう。きっと画家たちの心に打つ絵心も梅の中にあるのかもしれません。今日はこの木を世界を変えた姿でいくつかご覧に入れましょう。まず一つ目の飾りをしてみました。まだ咲かぬ古木の梅。これにこのまだ厳しい寒さの中で合わせたのは雪月花の掛け軸です。ちらちらと降る淡雪。そこの下に浮かぶ半月は冬景色です。特殊な描き方をしているこの掛け物は普通のものと違って絵の周りの布に見えるところ、よく見てください。一番外側から空から雪が降り続き、下はもう表具も消えるように全部画家が手で描いているんです。心にくいですね。寒い中、雪、月、そして花、雪月花。日本人らしい幽玄な世界を描こうとする席になります。静けさの中に咲く梅。厳しい寒さの中に咲く梅。昔から盆栽の愛好家が小白盆栽に匹敵する花は梅のみとよく歌いました。その心がこんな席に込められています。先ほどの雪が降る掛け物から一変してウグイスが飛んでくる掛け物に変わりました。まだ明けぬ春ですが、梅の花の梢を求めて山から来るウグイス。新春のなぞらえとして梅にウグイスという世界は何百年も前から日本人の心の中に刷り込まれています。いつ頃からこうなったのかなといろいろなものを調べてみると、やはり都人、つまり奈良や平安の時代の宮中にいるような人たちが歌った歌の中に出始めてからのようです。屋敷の軒先の梅の花のほころびを見ていると、ウグイスの声が聞こえると、もう山からウグイスが降りてきたんだ。春がもうそこへ来たな。このような歌がこの掛け軸にあるように数多く残されています。飛んでくるウグイス、その鳴き声、そこに梅。日本人の自然と共生する中に刷り込まれているような世界をこの梅一つで描いてみました。右側が寂しいなと思う方もいるでしょう。そのような時にやはり今言った都人が楽しんだように軒先の梅を見ながらという世界から言うと、このように家の形の置物を置くということもとてもピタッとくるように思います。ただ厳しく言うと、まだこれですと及第点とは言えません。なぜかといえば、今は咲かぬの梅ですが、間もなくほころんできます。お伝えしたように、これは白一重、野梅章の白梅です。白の花と白がかぶってしまいます。できれば白い焼き物よりももっとおとなしい木彫のようなものの方が梅のわびさびの味わいをよく出してくれます。なくてもいいんですが、その景色が連携するようなものでしたら脇に飾っても楽しいものです。掛け軸を使った梅の飾りを2席ご覧に入れましたが、盆栽の飾りに掛け軸が必ず必要というわけではありません。本来の神髄は
その木一つを飾り、その木の中にある素晴らしさを心の中で読み取ることが本来の盆栽の趣味になります。それだけにその一点の姿や古さの中に、梅ならば梅というものにぴったりのものがあるかどうか、これが盆栽の価値観の一番大切なところです。古さ、流れを持つ姿、そしてその種類らしい枝の状態。梅は立ち枝というように、園芸品のように作る枝ではいけません。自然に立ち上がったその先に咲く姿が梅のあるべき姿です。中品の大きさですが、とても古い木です。これも一重の白梅ですが、味わい深いこのような木、何十年も作らなければできません。掛け軸がない場合でも、右手にあるような鴨川のくず屋石、家の形をしている石ですね。やはりこの色彩がない石の素朴さ、それがこの梅の持つ雅味という味わい深さによく合います。あんまり華やかなものよりも花を引き立たせるドーム立て、これもとても重要なものになります。ぜひ梅の盆栽、もう一度皆さん振り返ってみてください。私たち今、日本人は日本の元号で令和という時代に生きています。令和というこの二字の言葉、これがどのように生まれたかご存知でしょうか。これは万葉集の中の梅にちなん和歌から生まれています。それだけに梅にかける思い、日本人の心というものが象徴的に込められている梅の盆栽。もう一度ご自分の棚に、そういえば梅があったかな、梅らしいかな、ご覧になってください。いかがだったでしょうか。新春2度目のわびチャンネル、梅の盆栽の心を少しでもお伝えできればと思いました。盆栽はやはり王者といえば五葉松、黒松、真柏などの小柏類です。ただその小柏類にゴスと言われるものは、私はやっぱり一番に梅を挙げます。梅の持つ幹の線、古さ、そして枝の味。小柏類のように針金で見せるような技術は梅の中では無理です。その姿そのままを見せることになります。その状態の中に人が作ったいやらしさ、それが見えると梅としての風情が消えます。梅は日本人の心。もう一度この寒い中ですが、一花二花つばみを膨らませていく梅を楽しんでみてください。多くのアーカイブをお楽しみいただければと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。